質問がですね、たくさん来てました。ちょっとわかんないだけ言うよ。トレーニングセールですよね。まあ、公開調教とかで、まあ、よく、セールの時のポイントになると思いますけれど、まあ、この時に何を注目したら良いでしょうかと。トレーニングセール長期を見てやるところが、中山終わって次翌週か、ブリーズアップ、千葉ゼリー、セレクションあれセレクションってやんなかったか。サマーか。まあ、そう、サマーか。まあ、俺もブリーズアップ、千葉ゼリーは見に行くけれど、まあ、何を見るか。まず、2歳だから、いつデビューできるかっていうのを目安に持つよ。これ馬って選ぶのに、目的を持っていや、それはもう腐るほど金があって全部もう落とせるよとして別だけど、ある程度予算が決まってて、それ何を目的に持つかだよな。この馬に対して、いや、デビューが早くできればいいよとか、一個ぐらい勝ちたいなとか。まあ、それによって見分けるんだけれど、よく調教出て時計見て、その時計が早かったら値段が上がっちゃうけど、まず一つ、その時計取ってる人間が誰かっていう手動だから、俺ら時計もう何十年も取ってるからわかるけど、人間がこれ取ってて、今はチップは、ちゃんとした機械で取ってるから、おそらく間違ってないだろうと思う。人間が取るやつなんか 0. 何秒なんかが、一回くしゃみしてるだけで 0.5 ぐらい変わっちゃうんだから。で、それをやっぱり皆さん、調教師さんが悪いわけじゃないけど、やっぱりそれを、って言うけど、俺はゼロだから全く気にしてないっていうか、数字は。見てればある程度の、速力っての分かるんだからね、もう何十年見てるから。これはこのくらいだったなと。で、その時にどんな無理があったのかないのか、ちなみに、普通に元気な馬が、今、サラブレッドとして生まれてきて、ある程度乗ってれば、調教時計で、時計を出すために内側だけ走らせてきて、その直線だけだから、11秒なんてのはバリバリ出てくるから、それ馬場によっても間違っちゃうけど、2歳のこの時期でもね、もう全然出ちゃうから、もう出していいのかどうかっていうのは、出しておかしくなったら困っちまうから、売るために早くやるケースもないことはない。やっぱ早かったらさっき言った値段が高くて手挙げちゃうから、これ早かったよってことで、これはね、ポイントにはならない。見て覚えるしかない。こういうのがいい、こういうのがあり。っていうとこでしたね。全く俺自身は、調教時計っていうか、その売る時の時計は全くもって全然意味がなしと思ってます。ちなみに柳さん、まあ頼まれてちょっと馬見てほしいとか、もう昔からあるよ。で、その時に、やっぱり早く指導できるような馬とか。当然ね、早く指導もあったけど、ちなみに2年前か、三国インスパイアってこの間の重賞2着4連勝。あれは本当に良かったんだけど、デビューが遅くて遅くなるだろうっていうので、確かに遅くなって初勝利を挙げたのが最後の北海道だからね。だからそこまで我慢できるのかどうかっていうのと、あとはさっき言った目的だよ。何をしたいかっていう。とりあえず、JRA にしては、安い馬だったら、それ健康体なら、未勝利で勝てなくても、2歳で買えば、競馬を使いつつ全部、お金を取り戻せるっていう風なシステム上、そういうことができるんで、だからそこを目標に選んで、いや、いいよ、5着入ってくれればっていう感じで1年間何回か使えて、壊れないよねっていう、そういう馬を探すのもありだし、基本そこで一等賞を当てるっていうこと自体がないんでね、一等賞が出てくるってことは、2歳の今、まあベラジオは出たけどな、ベラジオオペラは。まあ一等賞だな、あれは。まあ本当にまず、稀っていうか、もう何十年に一回だろうから。あそこまで出ちゃえば別だけど、他はまあ、運よく早いうちから、ちょこっと走って、早いうちに
まあ、2歳のところで、まあ、今年の場合だったら去年の千葉ゼリだとかエコロなんとかって重賞買って G1 で4着だったかな、暮れの。まあそこぐらいまでは行くケースが、まあまあ、あったっていうところだけど、去年の千葉ゼリの馬は結構当たりがあったけどね。値段もちょっとやっぱ高くはなってるじゃないですか。まあ、セレクトに比べればそこまでの値上げはしてない。まあ正直言ったらやっぱノーザンの馬がバンバン高くなるけどっていうところあるけどね。ただ今年は千葉で中山のあれはまあ、はっきり言ってな、まあ、なんだっていうところだけど、千葉ゼリの場合はまあ、車台が去年走ったからまた今年はいいのが出てくれば値段が上がる馬も出てくるかもわかんないね。走ってるからね。そうですね。まあ結果出てますもんね。まあ、それ、今送ってくれる人が馬買うんでって言うんだったら少しは相談乗るけど。そうですね。もし馬野さんいたらぜひ連絡いただければ。いや、まあな、でも当たりはないよ。というふうに思ってた方がいい。一等賞はね、一等賞はない。三等賞ぐらいがあれば。俺基本的には、後輩とかなんとかの馬でとかいうのは、1年間無事で未勝利でいいだろうって、未勝利でよくても、飯代や稼げるような仕組みでっていうのがベスト。みんなお金を持ってない馬主さんはね、それで楽しんでくださいっていうところで。とにかく頑丈で元気な馬がいいっていうのはよく聞きますけれど。それが一番。はい。先週ですがちょっと話はしたんですけど、やっぱりその馬についてなんですけど、馬に身が入って良くなったという、そういうコメントをよく耳にしたり聞いたりしますけれど、新聞で見たりとかしますけど、身が入るっていうのが具体的にどういうことでしょうか。まあ、体が大きく成長したってことだけなんだよね。見てね、まあ、わかるんだけれど、まあ普通競馬ファンの方ってずっと見てるわけじゃないからわかんないけど、一言でわかるのは、ちゃんと足がつくかどうか、これも難しいかな。腰が強くなってくるんだけれどね。あとやっぱ幅が出てくる。身が入る。まあ、もう安直に言っちゃうけどな。身が入ってんだよなんて勝手に言っちゃうけど。まあ、当然生き物だから、体って大きくなってくるから、その時に変化が絶対あるから、まあそれをざっくり身が入ったというふうに表現するんだけどね。あんまりね、そこはあんまり、気にする、なくてもいいと思う。長期でもそれどれでもだけど、やっぱ3ヶ月も4ヶ月休ましてると、いや、身が入ってきたんだよっていうのがもう定番だから。それも当たり前のセリフ。まあ、新聞のコメント欄見てもよくあるじゃないですか。休ませて身が入ってきましたっていう。もうそれが定番。そんなに、がっつり変わる馬は本当にオープン馬だけど、まあ確かにさっき言ったニュージーランド使うやつなんてのはわずかこの2歳のこの時期で3歳に向けてのこの何ヶ月間で、俺が思った以上に結構早いスピードがある成長力、それも凄まじいのを見せてくれたから、そういう馬って結構いるから、明日牝馬使ってきてるカムニャックなんかも遅かったけど、やっぱり3代の夏から秋にかけてっていうのは、これもがっつり変わったカムニャックは。だから今回もおそらくでかすぎるだろうっていうぐらいなってるけど、マスカレードボール。はい。絶対に太いだろ？今日俺も見て、50キロぐらい増えてんじゃねえかと思って、これ絶対に、これ幅が出たんだよ。これいい悪いじゃないんだよ。悪いかもしんないんだけど、全然でかいもんな。でかいですね。本当に見ててはでかい。550ぐらいは楽にありそうな体つきに見えちゃったから、寸胴の体になっちゃったもん。あんだけシャープだったのが。なんでだろうなと思って。まあこれおそらく半分は太いけど、半分は成長、ってか馬が成長してる姿だよ。だから、まあ、日本で走んないけど、まあ向こうじゃ体重もわかんねえのか。まあその後、帰ってきて日本で競馬やるときに何本になってんのか。香港は出してくれるのかな、ちょっと忘れちゃったけど。競馬の1週間ぐらい前の数字が出るんだったっけな、香港は。まあ、厩舎に聞いてみれば分かれば分かるんだけど、まあまあ、
まあ、それでもね、まあ、大概、重症とか、まあ、夏場休ましたら実が入ってるよってこれ言うんだよ。大きくなるから確かに。それが使える実かどうかわかんねえよ。ただ単なる脂肪かも、まあ脂肪っていうか、なんでもねえのかもわかんないけど、まあそんなとこで、あんまり、新聞ネタとか人が喋るネタで身が入ったっつっても、あ、そうって思ってりゃいいと思う。俺はそうだから。で確かめないとわかんないじゃん。そう、やっぱ自分で見ないとイメージで。そんなとこだ。それは。あとはそうですね、あとバネですね。やっぱり先週も話したけど、ウォーキング、例えば動画とかで、このバネがあるなとか、そういうのが。多分ね、バネのイメージってみんなイメージ持っててもらっていいと思う。それは歩いてる姿見てれば、あ、違うんじゃねえかって。桜花賞でバネを一番感じるのはアランカールと、あといたかな、アランカールっていうのはこれをバネを感じてほしい。これを見て、この馬はいいバネが、あとはね、ギャラもスターも感じないな。ダイヤモンドそうでもない。ドリームは全く感じないだろう。フェスティバルはわかんないな。変わっていくかもわかんないけど、あとはいないか。本当に、パッと見のバネがあるなっていうところは、アランカールかな。一目見て、あ、バネがあるなっていうのは。うん。歩かせてもやっぱりそこはもう全然違うから。走らせるともっと幅がわかるんですか、バネという。バネがあるけれど、バネを出す足ね。足の、まあ、非端から、後ろ足こうやって尖ってて、非端があって、この非節の感があって、そこが、どうなってるかで、そのバネが、まっすぐ推進力で行くのか、若干上に浮いちゃうのか、ここはちょっとね、そういう馬で見て説明してあげるのはいいけど、あんまり喋るのめんどくさがってきたから。まあそこはちょっと全然違っちゃうんだけど、馬によってってそれで、そういうもんなんだけど、体の構造上は。でも歩き方見てれば、アランカールは、完璧ではないにしろ、やっぱバネっていうのは、他の馬と比べたら、だから430でも、あんだけの姉妹からの足を使えるんだってね。あれが活かせるようになって、もっとがっしりしてくると、もうさらに、威力が倍増する。となると、これから先はもう未知数だけれど、足に相当負担が来る。ここがポイントなんで。でもアランカールの場合はそこまででかくならないから、おそらくね、サイズ感だったらあと本当に、マジに460でも70でもおかしくないサイズ感には見えるんで、キャパシティがありそうなんだけど、まあ、そこまでにはいかないと思うけど、行った時には、秋から、お目見えした時には、プラス20キロ、30キロってなってるケースが、あるなっていうのは、俺は実はそう思ってんだけどね。460が楽になっちゃうんじゃないかなって、秋には。で、そうなってくると、また逆に馬の場合はいろいろ面がある。やっぱり、後ろを飛べば、前が片足1トンって言われてる、それがもっと負担がかかるようになってくるから、だからそこで、まあ、エビとかに、なるんだけれど、これは走り方もあって、こういう走り方してるとちょっとなるんじゃないかなっていうケースは今まで何回も見てきて、ほぼそういう風になってた馬っていうのは結構当たってきたんだけど、こればっかりはでもな、馬の場合においては、走る馬はなるっていう風に、当然ね。ディープはそういうところは全くなかったから。やっぱディープ、バネって言うとやっぱり一番最初にやっぱディープ。飛ぶもんな。本当に飛ぶもんな。思い出しますよね。いい形容するけど、本当だよな。体のサイズが軽かったっていうのもあるけど、おそらく、あの馬は全力で走ってないから、だから、そこまで故障しなかったんじゃないかなっていう気はしてるけど、あれが全力で走ってたら、故障もあるんじゃないかなっていう感じだけど。感じだな。はい。あとはじゃあハンデですね、金魚ですね。まあ500キロの馬体にとって1キロ、2キロってどれぐらいの差があるんでしょうか。全くわかんない。こればっかりはよう俺も聞くけど、
ジョッキーにも聞くけど、もうこの1キロ2キロって、だからもうみんなざっくり。だからもう52以下は一緒だよとか、もうざっくり、わかんないんだよ。で、58はきついよとか、これもう感覚っていうか、でも、わかんないよ。そこは永遠に。だからハンデ戦で、ハンデ戦の一応、あれは、どうやってハンデを選ぶかっていう JRA のハンデキャッパーは、直線横一列っていうゴール前。それを一応目指してるけど、こんなもん分かるわけねえじゃねえかよって、ハンデ戦でも大差があるじゃん。そうですね。だから、結局、まあ、素人とは言わないけど、所詮人間が勝手に、この馬は斤量はこんだけって決めてるから、こんなインチキじゃねえけど、こんなことありえねえだろうって、俺から。でも見事なハンデってよくたまに思う時あるけどね。そうですね。だから来るやつでも、軽ハンデでも来るなと思ってても、多分おそらく JRA のハンデキャッパーも分かってても、重たくできないっていうのはあるわけじゃん。実績で。どうしてもそれベースになっちゃうから。まあでもな、人間の感覚で決めるハンデだから、なんとも言えないけど、58とか57の差、58と59の差なんて分からんわ、永遠に。馬によってダメなのかどうかも分かんないし。でも馬鹿がある方は結構大丈夫かなって見たりします。ちっちゃいよりは、まあ、と思うけどね。でも実際にはその馬が敏感だったりする可能性もあるんで。背中がまあ、へこみ気味なのか、筋量が結構大丈夫だなんていうのは昔はなんか言ってたけど、そんなのもわかんないしよ。全然わかんない。だからそれ、多分誰もわかんない。わかんないんだよ。もう、鼻っからわかんない。だいたいジョッキーに聞いても、はっきりとした答えは出ないんですよ。いや、だからわかんないもん。絶対にわかんない。じゃあちょっと難しいということで。はい。今回もご視聴いただきありがとうございました。質問コーナーいかがでしたでしょうか。柳原さんに質問がある方はコメント欄へお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。